は長谷川の72分の1スケール AV8A ハリアーの仮組みを行います。 AV8A 垂直離着陸機ね。そうそう、この機体もエリア88に登場したので日本では特に有名かな。南アフリカのとある国の王子キムアバが登場していた機体ね。今回の長谷川からもエリア88のキットが発売されていたのだ。ハリアーは長谷川からいくつか出ていますよね。今回の AV8A は1969年に発売されたキットでトツモールドのキット、初期長谷川のキットというわけね。その他だと1980年代に C ハリアーやハリアー GR3 なども出ている。モールドはオーモールドとなっていて新規金型のキットとなっている。ちょうどフォークランド紛争があった頃ね。売れると思って企画したのかしら。さらに2000年には AV8B ハリアー2も完全新金型で発売されている。これら全てが現役の定番品として発売されているわけね。そうなのだ。ところでハリアーの特徴を教えてもらえる？ビートール戦闘機のパイオニア AV8A ハリアーの機体紹介を簡単に行うのだ。イギリス生まれってことは知ってるけど、どういう流れでアメリカが導入したの？そもそもの始まりは1950年代にイギリスのホーカーシドレー社が作った P1127 っていう実験機だったのだ。 P1127？ 垂直に離着陸できるすごい機体だったみたいね。それがケストレルって名前になってさらに進化してイギリス空軍のハリアー GR1 になったわけね。そうなのだ。それを見てこれは使えるって思ったのがアメリカ海兵隊。いいもの見つけたってところかしら。ベトナム戦争の経験から滑走路いらずで前線支援できる戦闘機が欲しかったのだ。それがハリアー GR1 をベースにした AV8A ハリアーってわけね。そうなのだ。1971年から約100機が配備されて第231海兵攻撃飛行隊とか第513海兵攻撃飛行隊で活躍してたみたい。ハリアーって速度は音速以下だけど空母みたいな短い航板や仮設滑走路でも飛べるのが最大のポイントだったわけね。そうそう。それにペガサスエンジンの水力を4つのノズルで自由に向けて飛ぶ仕組みは当時の常識を超えてたのだ。でもやっぱり運用は大変だったみたい。操縦も難しいし事故も多かったみたいね。確かに離着陸は熟練パイロット向けだったのだ。安定性やアビオニクスの課題もあったから1980年代には回収型の AV8C にアップグレードされたのだ。その後は AV8B ハリアー2にバトンタッチして AV8A は引退したわけね。そうそう。でも世界初の実戦配備されたビートール戦闘機として AV8A は伝説的な存在なのだ。今でも博物館とかで見られるのだ。戦闘機の世界を大きく変えたパイオニアだったわけね。空を自由に飛ぶ仕組みはまさに忍者のようだったわけなのだ。ところで AV8A ハリアーのキットって他社からも出ているの？今回は72分の1スケールの初代ハリアーに絞って紹介するのだ。お願いします。まず紹介するのは長谷川の AV8A。 今も現役で再販されているロングセラーなのだ。お約束だけどフロックやミニクラフトに OEM されたみたいですね。同じ1969年頃にはエアフィックスからも GR1 のキットが発売されている。ふむふむ。1972年にはマッチボックスからも登場したのだ。この時代はイギリスのメーカーからの展開が多い印象ね。1974年にはフロックがハリアーを発売しているけどこれも気になる点があるのだ。写真で見る限りどうやら長谷川金型と同一っぽいのよね。そうなのだ。提携解消後にもかかわらずなぜか同じ金型でしかも後にノボやイースタンエクスプレスからも流通しているのだ。フロックはソ連にて生産されていた後にオリジナル金型が他方に散らばったようです。でもこれは長谷川の金型ですものね。1977年にはリンドバーグ版も出たけどその後レベル名義でも見かけますね。ここも真偽不明でもやもやゾーンなのだ。真偽不明ですか。1983年には富士見が AV8A を発売するのだ。この金型はその後レベルやテスターズに OEM 提供されたみたいね。さらに GR3 や C ハリアーも同シリーズで展開していたのだ。バリエーション展開されてるわけね。同年 SC からも AV8A キットが登場している。その後至れりに金型が移管されたみたいなのだ。1983年には長谷川から C ハリアーが登場し後に GR3 もラインナップに加わるのだ。ここからは完全新金型の第2世代ハリアーシリーズってことね。2010年にはエアフィックスから新金型の C ハリアーが登場。続く2013年には GR1 AV8A の新金型キットもリリースされているのだ。いわゆる赤箱
世代ね。ディテールも現代的で組みやすさも向上してるわ。2012年頃にはチェコのソードから複座型の練習機も出ているのだ。単座戦闘型ではないけど貴重なトレーナーバリエーションとして見逃せないわね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。ふむふむ。パッケージイラストは飛行中の AV8A ハリアーなのだ。アメリカ海兵隊の所属機ですね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。アメリカ海兵隊第542海兵攻撃飛行隊タイガース所属機、イギリス空軍第1飛行中隊所属機となる。なるほど。部品点数は95点。初期長谷川キットですがパーツ数はかなりありますね。では長谷川の72分の1スケール AV8A ハリアーの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は1パーツのみというか座席のみなのだ。座席のディテールはある程度ありますね。この他にケーキパネルもあるんだけど、後ほど胴体に接着する形となるのだ。パイロットはついているのですね。当然乗っていただいた方が良さそうです。次は排気ノズルですね。排気ノズルは全部で4個作る。それぞれ分割されているので接着するのだ。ノズルの仕切りに合わせ目ができますね。思い切ってカットしてプラ板で新設した方が楽かもね。次はエアインテーク口ですかね。エアインテーク口は後ほど胴体に取り付け、左右それぞれで2パーツずつとなります。組み立てるとこんな感じですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。座席とエアインテーク内のファンや排気ノズルを挟み込んで接着。排気ノズルは稼働するわけね。胴体の内側にノズルの受けパーツを仕込み、外側からノズルを接着する。塗装を考えると稼働を諦めて後から組み込んだ方が良さそうね。貼り合わせたらノーズコーンとケーキパネル、胴体ビブを接着。機種に仕込む重りの指示は特になし。入れなくても大丈夫そうね。さらに先ほど作ったエアインテーク口も接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドとなる。好みで彫り直してもいいかもね。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれにパーツ構成。上下に貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼も左右1パーツずつとなるのだ。胴体に差し込む簡単な構造。いつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは中央支脚。中央支脚は3パーツ構成。タイヤと試着の構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ですね。前脚は1パーツ構成となっている。こちらも胴体に接着するカバーがあるのだ。次は翼端車輪ですね。翼端車輪は左右それぞれ1パーツ構成となっている。こちらは中期状態と飛行形態で別パーツとなるのだ。次は細かいパーツね。胴体上部やインテーク上部に細かいパーツをつける。サブインテークかな。ふむふむ。排気ノズルには耐熱板とカバーをつけて、胴体下部にはエアブレーキも取り付ける。一応開閉選択ができそうね。最後はアクセサリーなのだ。ふむふむ。胴体下部に 30mm ガンポットを2個取り付けられる。つけないパターンも選べるのね。胴体の中央には通常爆弾か偵察ポットを選べるみたい。選択式というわけね。主翼のパイロンには増装とロケット弾ポット、小型爆弾から選べるみたい。アクセサリーがたくさんついているのは嬉しいですね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール AV8A ハリアーの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組み後の感想はどうでしたか。初期長谷川の72分の1スケールシリーズの中では今も現役で販売されている貴重なキットなのだ。歴史を感じるキットというわけね。アクセサリーが多くて部品点数は多く感じるけど機体本体はすぐに形になる手軽さも感じたのだ。今も定番品として流通しているのは嬉しいですね。排気ノズルは可動を考慮した構成になっていて垂直離着陸機という当時の新機軸を遊びを通じて伝える工夫がされているのだ。資料も少ない時代だったでしょうし、パネルラインの表現などはどうでした？
パネルラインは薄い凸モールドで再現されていて、そのままではやや物足りないかも。彫り直しなどで対応する必要があるかもしれないのだ。当時としては標準的な仕様だけど、操縦席の作りもシンプルでしたね。それでもシート形状にはある程度の立体感があって、思ったよりも見栄えは悪くないのだ。それと武装類が多くて吊るし物が充実しているのは好印象ですね。 AV8A ハリアーのキットとしては、現時点の決定版はエアフィックスの審判になるのかな。投稿者は SC 版も持ってるみたいですね。そちらとの比較もいずれやってみたいのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。